日本史家康の生い立ち。徳川家康は弱小国の三河に誕生したために、生まれながらにして数々の試練を次から次へと受けた。家康の生い立ちを詳しく見ていこう。徳川家康は1543年天文12年、松平家の嫡男として三河の岡崎に生まれた。父は松平家八代目当主の松平広忠であったが、西に尾張の織田氏、東に駿河遠江の今川氏に挟まれた弱い立場にあった。家康の祖父の松平清康は優れた武将であったが、広忠がまだ10歳の時に家臣に殺されている。家督を継いだ広忠は大叔父の松平信貞の謀略によって岡崎城を追われた。広忠は伊勢に逃れて不遇の時代を過ごしたが、やがて大久保忠俊らの家来たちが広忠を岡崎へ迎え入れている。岡崎城主に返り咲いた広忠は大叔父の信貞を許している。広忠は16歳で隣国の豪族水野忠政の娘で、14歳の於大の方と政略結婚している。そして虎の年虎の国に竹千代後の徳川家康が生まれる。広忠は東海道一の弓取りと言われた今川義元に接近する。ところが水野忠政が病死して家督を継いだ於大の方の兄水野信元は松平家を裏切って織田氏に寝返る。そのため広忠は於大の方と離縁、竹千代はわずか1歳で母親とは生き別れとなってしまうのである。やがて織田信長の父織田信秀は三河に攻め込んで岡崎城は落城寸前となる。そのため広忠が今川義元に援軍を求めると、義元は人質を差し出せば援軍を送ると回答してくる。広忠は泣く泣くまだ6歳の竹千代を義元のもとへ送った。ところが身内の裏切りによって竹千代は織田信秀に1000貫、現在の貨幣価値で約3億円で売られてしまうのである。織田信秀は松平広忠に竹千代を返す代わりに降伏することを迫った。ところが広忠は我が子を殺されても降伏は絶対にしないと信秀の要求を拒絶する。織田信秀は広忠の武者ぶりに感銘して竹千代を殺さず生かして織田家の菩提寺である万松寺に預けている。今川軍と協力して織田軍を撃退した広忠だが、激務が続いたため1549年24歳の若さで病死する。竹千代の父広忠の死去については不審な点も多く、祖父の清康と同じく2代にわたって家臣によって殺害されたとする説もある。領主を失った三河は結局今川義元に占領されてしまう。織田氏の人質でまだ8歳の竹千代には三河を今川氏に接収されてもどうすることもできなかった。それから数ヶ月後、織田軍と今川軍が戦い、織田軍が大敗して信長の兄織田信弘が今川軍の捕虜となる。竹千代は信弘との人質交換によって今川氏の駿府に連れ戻された。以後竹千代は今川義元の元の字を与えられ、
松平元康と名乗り、駿府で10年余りを過ごしている。今川義元は子息の今川氏真と元康に剣術の試合を何度もさせている。しかし元康は人質の身分を考えて、いつもわざと試合には負けたという。元康はこの駿府時代に今川家で忍耐する術を覚え、粘り強く慎重な性格になったと言われている。元康は今川義元の血縁者、関口氏純の娘である築山殿と結婚して正室に迎えている。今川義元は三河尾張へと西に勢力を拡大するために、甲斐の武田信玄、伊豆相模の北条氏康と高宗孫三国同盟を結んだ。東海道一の弓取りと言われ、東海の覇者となった今川義元はついに行動を開始する。東の憂いを取り去った義元は西の尾張への侵攻を開始するのである。そして今川義元が尾張の織田信長の攻略のために25,000の兵と駿府から出陣すると、19歳になった元康はその先陣を務めている。1560年永禄3年5月19日、大高城へ兵糧を運び込む任務に成功した元康は、大高城で義元の到着を待った。ところが今川義元は桶狭間の戦いで織田信長の急襲を受けて首を討ち取られ、松平元康の運命は大きく変わっていくのである。